で、そもそもどんな話だっけこれですね、28日後は、あらすじを見ます。宇宙コンピューターです。叩きます。はい、お願いします。ご清聴ください。たった一滴の血液で感染し、人間の精神を数秒で破壊する新種のウイルスが発生した。感染者の血液は純粋な激しい怒りで溢れ、人間の声を聞いただけで相手を殺そうと襲いかかる。28日後、ジムは病院の集中治療室で昏睡状態から目が覚める。世界から何もかも消滅してしまったかのような静寂の中、ジムは生き残った4人の非感染者たちと共に1台のタクシーで旅立つ。それが28日後の話。これ28日後。2002年です。これは人間を凶暴化させるウイルスが研究所から漏洩するっていう話でね。だから厳密にはこれゾンビじゃないってことですかね。いやゾンビなんだけど、だからこれバイオハザードとかのパターンは大体このパターンが多いじゃないですか。そうですね。そうだから結構やっぱこれさ、近年もさコロナの話とかがさ心眼いろんな噂もあるじゃないですか。だから結構今にして思うとすごい今日的だよね。そっか、そうですよね。病気ですもんね。もともとそういう危険があるよっていうのをずっとこの時期から言われてたんだね。そういう危険性があるよっていうことは言われてて、でこれパンデミックの話だよね。だからゾンビなんだけど、そのゾンビっていうものは、パンデミックを表現するための一つの、映画的な見せ物として表現してるってことだと思うんだけど、28日後が結構キーなのがあれイギリス映画なんですよ。ロンドンでね。でそこのパンデミックのきっかけって、いわゆるそのアメリカでゾンビものって、当然できたわけじゃないですか。でその後にイギリスものにするときに、お国柄どうしようかっていうところで自分の予想ですけど、28日後の面白いのは、冒頭のそのパンデミックが起こる、そのきっかけが動物愛護団体が研究されている、猿だったかな、動物を逃がすっていうところありますよ。で研究者がこの実験動物を逃がしたら絶対ダメだって言うんだけど、動物愛護団体が武力行使でそれを無理やり逃がしたらそこから広がるっていうところで、いわゆる動物愛護がすごく強いイギリスならではの設定っていうところが結構強いんじゃないかなと思うんですよね。全然覚えてなかった。だからアメリカのゾンビものじゃなく我々のイギリスのゾンビものだそうっていう結構入りの入り方なんですよ。なるほどね。だから後半になるまで銃は出てこないですよ、ほとんど。そっか、鉄砲がまずそうか。イギリスが銃社会じゃないんで、その銃っていうところが特殊なチームが出てくるまでは銃が出てこなかったりとか、そこら辺が結構アメリカのゾンビものとまたちょっと差をつけてるっていうのは結構最初驚いたところですね、この28日後は。で、その2005年が、28週後ですね。2007年でした。2007年が28週後。28週後って結構分断してバリケードみたいなロンドンの中に作ってたようなその記憶あるよね。ちょっとじゃあまた宇宙コンピューターであらすじを読みますね。お願いします。感染者が凶暴化するウイルスの発生から28週間後のロンドン。街は米国主導の軍の監視下に置かれ、復興が始まっていた。そんな中、スペインから帰国した幼い兄弟が父と再会する。しかしそこに母の姿はなかった。そしてそれは新たな悲劇の始まりだったのだ。そうだよね。28週後の冒頭は一旦感染を封じ込めて、でロンドンがこれから復興していきます。疎開してた人たち戻っておいでっていうところが始まりですね。なるほど。だからバリケードが築かれてて監視下に置かれてる街があるっていう。多分メタファーとしてさ、米国主導でさ、米国の監視下に置かれてるってあたりがさ、結構イギリスとかさ、アメリカに従属するような揶揄をされたりするじゃないですか。本人たちイギリスも自虐的にそうよく言うんだけどさ、そういうところがちょっと反映されてるよね。結局自分たちで何か決められなくてさ、結局アメリカにちょっと管理されちゃうみたいなさ。だからあくまでこの感染自体はイギリスの中だけで起きてたっていう話なんですよね。これが要するに最後多分世界に拡散するっていう終わりだったと思うんだよね、この話がね。それがバッドエンドで、それが多分28年後につながるっていう話で、これ多分結構イギリスのさ今のさ雰囲気みたいなのをすごくさいつも出してるなみたいな感じなのかなって気がするけどね。ゾンビっていうものを使ってさ、イギリスの中のさ結構貧困とかさ移民問題とかさ差別みたいなものがさ結構どういうふうに社会のありようを変えていく
くのかとかさ、ね、何がこう社会にインフラがこう壊れていくみたいなものをさ結構ロンドンっていう場所でさどのように見せるのかみたいなのがさちょっと面白いとこかなと思ったよね。アメリカのゾンビとかとはちょっと違うよなと思ってね。確かにそうですね。イギリスもののゾンビものはショーン・オブ・ザ・デッドとかもありますしね。かなり亜種じゃないショーブザデッド。でもまだこうやっぱどこの国で作られるかで結構そこの社会情勢っていうところを入れたり、いろんなそういった意味でもゾンビものって大喜利みたいで、大喜利って言ったらあれだけどそのなんかオリジナリティを作っていくイメージありますね。確かに日本だとアイアムアヒーローとかが日本のゾンビもの近年だと、あれもちょっとゾンビじゃなくてゾキュン ZQN ネットのスラングのドキュンっていうあれの文字りで呼ばれてたりとか、ちょっとお国柄がやっぱ出てるな。自分28週号大好きなんですよね。これなんかお母さんの話だってね。28週号あんま覚えてないな。そうですそうです。あ、そうでしたっけ。お母さんが唯一抗体を持ってるかなんかゾンビにならなかったんですよ。映画の冒頭で28週号よりもちょっと前の次回列から始まるんですけど、お父さんとお母さんだけが生き残って集団で暮らしてるんですよ。そしたらその集団の中にゾンビが襲いかかってきて逃げることになるんですけど、お父さんはお母さんを見捨てて逃げちゃうんですよ。結構最悪な始まり方から始まるんですけど、でお父さんだけが生き残って子供と再会するんですけど、実は生き残ってたお母さんが見つかってっていう話なんですよ。で子供たちはお母さん生きてんじゃんっていう、でお父さんがそのゾンビに感染しちゃってその隔離地域の中で、でそっからまたどんどんえらいことになっていくっていう、このシリーズのゾンビの怖いとが他のゾンビのよりも感染力めちゃくちゃ強いんですよね。この数秒で、さっき28日後のあらすじでもあったように他のゾンビってこう噛まれてからゾンビになるまでって作品によって時間違うじゃないですか。激早なんですよねこのストーリー。これさ今さ見るとさこう我々はさコロナを通過したわけじゃないですか。そうするとこういう映画ってものすごいいろんなことを予言してたよねっていう感じはするよね。飛沫で感染しますからねこっちは。今まで噛むだったのがそうでさ好きな人と会えないとかさこう会わなきゃいけないのに会えないみたいな状況に置かれるみたいなのもさ、ゾンビはパンデミックのメタファーとして表現されてるっていうのとなんかそういうのは結構大きいよね。あとはやっぱりそのゾンビがやっぱりコミュニケーションを取れないっていうもののさメタファーとしても表現されてるっていうのかな。だから今の世の中はそのウイルスとか病原体としてだけの表現っていうんじゃなくて、なんかコミュニケーションが取れないところでなんかすごい暴力が広がっていくみたいなさ、そういう恐怖みたいなものもなんか表現されていて、そういう意味だとまあ28日後があって28週間後があってね、で28週間後のラストは世界にその拡散されていくっていうことで終わるわけで、それが28年経ったら世界に拡散されてしまってどうなったんだろうっていうさ、そういう話になるんだろうなと思うんだけど、この28年後のあらすじっていうのはなんかもう公開されてるんだよね。もう発表されてるんでしたっけね、あれって、海外のウィキペディアとかを翻訳していくと少しだけありそうですね。俺よりハイテクだ。宇宙ウィキペディア。宇宙ウィキペディアこっちの宇宙ウィキペディアとちょっと宇宙語に翻訳して読んでみてあれから28年生存者たちは感染者の中で生き残る方法を見つけたと。でその中の一つのグループは厳重に防御された一本の土手道で本土とちょっとこの例は翻訳が厳重に防御されたところと、本土と隔たれた場所の小さな島に住んでいる父と息子、でその父と息子が本土に、任務で、行かなければいけない、でそこで出会った外の世界の秘密と脅威、そして恐怖を発見するみたいな内容なんで、多分もう、新しく28年も経ってるともうそこで新しくその外を知らない新しい世代が出てきて、そこからどうなってるか28年経ってどうなってるか、まず島の外にゾンビがいるって話で、島にゾンビが攻め込んでくるのかどうかっていうのと、それからあとは島の外に行く話だから、俺の想像だけど、なんとなく名所巡りになるのかなって気はするんだよね。どうなってしまったかっ
ていうそうそう、それはロンドンの名所なのか世界の名所なのか分かんないんだけどいろんな名所がそんなことにみたいな感じなのかなって気はしなくもないけど、一応本土なんで多分イギリスの、じゃあイギリスの名所巡りになるんじゃないですか。名所巡りになるんじゃないですかね。なんか進撃の巨人みたいな設定ですよね。そうね。だから外にの世界を知らない若い世代がそこの外を見てどんなになってるか。で歴代をずっと見てるうちらからしたらこんな感じになっちゃったんだ。だし主人公からしたら世界ってこんなものがあるんだっていう、そういう2つの視点になるから。これでもちょっと面白いのが28日後の公開が2002年じゃないですか、で新作が28年後が2025年公開なんで23年空いてるんですよ。ああ、それぐらいじゃ近いんだ。だから本当に28日後を知らない子供がちょうど見始めるのが20歳ぐらいだったりとかするから、ああ、なるほど。その子供たちは28日後を知らない世代が28年後が最初に見る映画になるかもしれないっていう、ってことを考えると割とその子たちは結構共感できるんじゃないかな。ダニー・ボイルもね復活だしね、監督。28週後は違う監督だもんね。多分葬式に回ったんじゃわからないニー・ボイルは監督は違って、まあね楽しみだよね。ダニー・ボイルってでもなんかホームランか空振りかみたいな映画がね連続したりするからねすごいなっていうのとね、なんでそうなるのみたいなね。トレインスポーティングとザ・ビーチのイメージが、あとスラムドッグミリオネル一番ヒットしましたかね。スラムドッグはねすごいこの間のイエスタデーもいい映画だったよね。ビートルズがいなくなるそっか、そう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 。一番有名なのはトレインスポッティングになるんですかね、やっぱ。どうかな、スラムドッグじゃない？スラムドッグなんじゃないですかね。結構いろんな賞とアカデミー賞とかスラムドッグ取ってるもんね。そっかそっか。なんかこうやって見ると撮ってるジャンルバラバラな監督ってイメージなんだけど。そうなんですよね。そうだね。なんか今のそのロンドンの若い世代みたいのを代表するようなトレインスポッティングだと思いきや、その後オリンピックの監修までやってますからね。ああそうだ、やってた。まあゾンビをさ撮りたがるっていうさ世代はあると思うんだよね。でこれゾンビってさ、実は昔からいた化け物ではなくて最近登場したそのいわゆるクリーチャーっていうか化け物だよね。で昔はやっぱりそのフランケンシュタインとかさ狼男とかさドラキュラとかっていうのがホラーのまあ一つのこうクリーチャーだったんだけど、ゾンビは結構戦後出てきたものでしかも映画から登場したクリーチャーなんだよね。それ以外は文学とかそういうものから出てきたもんじゃないですか。これはゾンビは映画からまあ登場して、まあこれはジョージ・ A ・ロメロっていう監督がまあこうホラーファンの中では神様って言われてる人だけど、この人が1978年に、まあゾンビが日本で公開され日本が公開は1979年かなが公開されて、まあ、日本でもそのゾンビがまあ日本人も目にすることになったんだけど、まあ日本だとそこからで、その前だとまあもともとこれもシリーズもののゾンビは2本目でナイト・オブ・ザ・リビング・デッドってのがあって、これが1967年なんでね、これが白黒映画で。そんな前なんだ。でこれが最初のゾンビ映画って言われてて、でこれがヒットしたんでまあドーン・オブ・ザ・デッドっていうのをそのカラーで作ったんだけど、まあそれが日本のタイトルでゾンビっていうタイトルで公開されたと。じゃあドーン・オブ・ザ・デッドが日本の放題だとゾンビなのか。そうなんですよね。その辺の世代のところがいまいち確かに自分の方だとそうなんですよね。でこれは結構よく言われてることだけど、この要するに死体が歩き回るっていうさものっていうのはそもそもなんか狼男とかでなんか狼男に噛まれて何かそういう不死のものになっちゃうとか、その魔物の一種になっちゃうとか、ドラキュラに噛まれたらっていうのがあったんだけど、このゾンビって理由がよくわからないっていうところからそもそも始まってるんだよね。要するにその、パンデミックが先にあるみたいな感じで突然死体が動き始めるみたいなことから始まるみたいなさ。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドが1967年でこれジョージ・ロメロが何かって言ったんだけど、これはジョージ・ロメロがベトナム戦争かなんかに従軍してたのかな。でその時の体験したことをちょっと映像にしたみたいなことだったような気がするけどね。なんかねだとね。つまり動機がないみたいなことなんですか。動機がないっていうかね、ちょっと言い方が難しいんだけど、その向こう行った時にまあちょっとジャンキーになっちゃったらしくって、そこで見た幻覚を映像化したと。
うんでその恐怖体験を映像化したということらしいね。死体が歩くっていうのはね。でもその状況で見ているものだからやっぱその根源的な恐怖とかっていうところもなんか影響してるんですかね。多分最初は理由がなかったと思うんだよね。でみんなが一番ねどっちかっていうとこの映画白黒なんでそんなにみんな見てないと思うんだけど、どっちかっていうとみんなが一番ねこの映像っぽいので見てるのはマイケル・ジャクソンのねスリラーじゃないのかと思うんだよね。はいはいはい。マイケル・ジャクソンのスリラー85は年ぐそのナイト・オブ・らいですかねあれザ・リビング・デッドのこう映像を結構引用してる感じなんで、うんそうそう墓場からどんどんこう人が起き上がってきてなんかすごいことですけどねそうでちょっと囲まれるみたいなね。あれは動機はっきりしてますよね。踊るっていう。そうまあだからあそこらなぜ踊るかが辺そうだからゾンビはあれで結構ゾンビ広がったのかもしれないけどね。まあそうかもしれないですね。わかんないですよねスリラーはやっぱでかかったですそうそうよね。まあでも最初はそのジョージ・ロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドで日本ではまあ78年79年に公開されたゾンビ、これドーン・オブ・ザ・リビング・デッドだね。これ僕リアルタイムで映画館で見たんですけど、これね自当時どんな分はね感じだったんですか。当時ね自分実写版のねベルサイユのバラが公開されてて、で家族でどっち見ようかって言ったら弟と父親がねゾンビがいいって言って俺嫌だったんだけどゾンビを見てそしたら恐ろしい映画だってね。でねもう人生で初めてパンフレット捨てちゃったんだよね。怖すぎて。そう今にして思うと捨てるんじゃなかったと思うけどね。監督その時おいくつだったんですか。14ぐらいだったかな。あ、こうちょっと怖い。怖かったね。この映画本当に何が怖いってこれまで見たことがないタイプの映画だったよね。ホラー映画といえばっていうそのドラキュラだったりフランケンシュタインみたいなそれとは全く別のジャンルで見たことがない。違うよね。それでとにかくゾンビが人をなんか食べたりするじゃないですか、襲ったりね。あれが怖かったね。俺もつくづく思ったもん。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。